じゃあ早速始めるよ。夕闇。これは僕の友達でね、小学校からずっと仲良くて、高校までよく遊んでたんだけども、N 駅に住んでる Y 君っていうのがいるんですよ。で、この Y 君ね、結構乱暴なやつでね、Y 君になんか面白い話ない怪談とかってふと聞いたことあるんですよ。したら Y 君、あるよあるよっつって、おやっぱりあるかって聞いたんですよね。その話したいと思います。で、 Y 君ちは N 駅で鶏肉屋さんを経営されていたんですね。で、鶏肉は一番忙しくなるシーズンはクリスマスなんでね、チキンあるでしょ。チキンが一番売れますよ。で、チキンいっぱい売らなきゃいけないから、チキンがどんどん来るわけだ。冷凍でね。冷凍って言ったってこの一匹の状態で来るから、毛とか全部ついてるんですよ。で、その毛をね、抜くの。こうやって、シュッ、シュッ、シュッって。で、そのバイトをね、一緒にやったことがあります。手伝ってって言われて。で、その日ね、シュッ、シュッ、抜いてたんですよ。で、うわ、これ冷たいなってか、もう冬ですから、チッチッって抜いてたら、ピシッと切っちゃってね。うわー、血だらけ。おい、早く止めろよ、お前、それもう。商品に血がつくって、だから俺の心配しねえのかよ、つって。で、包帯しながらね、一生懸命アルバイトしてましたけど。そんなお店で、でも、普段はね、お父さん一人でやってたんで、結構大変だったみたいなんですよ。だそのお父さん、社員さんをやっぱり雇わなきゃいけないって言って、社員さんを募集かけたら、いい人が来ましてね。で、奥さんが一緒で、で、子供生まれたばっかで、で、3人でね、引っ越してきたそうですよ。で、近くに住んで、で、その、だいたい40代ぐらいの人なのかな。その日も出勤して、真面目に働いてたそうなんですよね。こう、大きなまな板、でっかい包丁で、ペン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 。海外では首とか、鳥の首とか跳ねたら飛んでっちゃうようなやつですよね。ペン。そういうやつで、さばいてたそうなんですよ。で、その、旦那さんね、急に、どうしたと思うって言って、なんかあったの？その包丁を、急によ、うわーって振り上げて、うわーって狂ったように、うわーって振り回し始めたんだって。で、うわ、お前どうしたんだい、何やってんだってみんなで止めるんだけども、手出したらさ、飛んでかれちゃうでしょ、手が。危ないですよ。だからもう、どうしようどうしようって言ってみんなこうなってたらしいんだね。そしたら、うわー一回止まって、線路の方を見て、駅前ですから、線路の方に向かって、うわーって走ってたそうなんですよ。電車に聞かれて、バーンあたりバラバラ。ひどかったらしいですよ。もちろんニュースにもなって、これ、どう思うって Y 君言うから、うわ、でもどうもこうも、その方疾患とかなんか精神的なものってあったんですかって聞いたら、いや、優しい方だったって言いますよ。奥さんと結婚して幸せで赤ちゃん生まれたばっかだし、いや、自殺するなんて考えられないだろうって言って、いや、ほんとそうだよね。意味わかんねえよ。でもそれ、そんなことあったんだ、大変だったねって言ったら、いや、これまだ先の話があるんだよって言って。奥さん、その奥さん、旦那さんの後を追って、同じ場所で、同じように飛び込み自殺したって。それも赤ちゃん抱いて、心中したって話ですよ。はぁ、なんなんだろうそれっつって、そんなことあったんだ、大変だったねって言って、うわ、それはもう忘れられないな。僕もその話はずーっと忘れられなくて、でその後話聞いてからしばらく経ってからね、僕も N 駅使ってますから、その日もねアルバイト行く時だったのかな、踏切待ってたんですよ。でその N 駅の Y 君のお店はまだあるんですよ。まだあるんですけど、場所はあるんですけどね、今は営業してないそうですけど、その時はまだお店があってね、でお父さんお仕事してましたね。で僕もそんなことを思い出しながら踏切、電車が通り過ぎるの待ってたんですよ。カン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 ってなかなかゆっくりで動かない。ゆっくりしてるもんだからこっちからも来るでしょ。カンカンカンで、ようやくこうなったと思ったらまた矢印がつく。開かずの間ですよ。うわ、またかよって言って、こうやってくぐりに来るわけにもいかないですから、もうボケーっちながら待ってたんですね。そしたらもういっぱい人がいるんですけどね、狭いとこだから。で向こうの方にボケーっとポーっていう目つきで、
僕の方をじーっと見る人いるんですよ。赤ちゃん泣いてる。奥さんね。で、その人しか見てないんですよ。なんか見てると思って、視線わかるからね。で、私もふっとこう、目をそらして、早く開かねえかな、色紙早く通り過ぎないかなと思って待ってたんですよ。で、また、って言って開こうとするんだけど開かない。もういい加減してほしいと思って、まだ見てる。あの人まだ見てるなと思って、嫌だなと思って。で、下こう見てたんですよ、僕も。で、ようやく、ひゃーって開いた。うわ、よかったと思って。で、行こうって前見たらまだ見てる俺のこと。僕のこと見ながら歩いてるんですよ。気持ち悪い。だから下向いてた俺。でも、早く通り過ぎないかなと思って、向こうもどんどん来る。俺もちょっと早足でこれ歩いてきた。で、ダって歩いて、でもこの人どっかで見たことあるんだよなって途中で思い出して、うわ、俺どっかで見たことあるんだけど思い出せねえなって。誰だこいつと思ってたら、って通り過ぎる瞬間、よくわかったわね。って見たら、もういない。その時思った。わかった。あの人、あの時、後追い自殺をした、あの奥さん、間違いないと思った。っていう話でした。そういう引き込む場所ってありますよね。僕も気をつけたいと思います。皆さんも気をつけてください。以上、今日の怖い話でした。それでは、また会おう。